皆さんこんにちは。皆さんはどこのハンバーガーが好きですか？日本マクドナルドは12日、1月24日から単品を中心とした一部メニューの税込みの店頭価格を1030円値上げすると発表しました。そこで皆さんがどう思っているのか聞いてみました。先にチャンネル登録お願いね。それでは行ってみましょう。もう30年近く前、ハンバーガー69円、チーズバーガー89円とかだったかな。とにかくものすごく値下げをしたことあって、CM でもこれからずっとって言ってた。原材料や人件費も上がるだろうにマクドナルドすごいなと思っていたら、あっという間にこれ止めたんだよね。部活動帰りの高校生とかそりゃそんなに安かったらハンバーガー10個とか買う人も出ますけど、そんなのも想定済みだと思ってた。当時高校生ながらに大人って結構言葉軽く使うんだなと思った思い出があります。ファストフードの先駆け的存在で安く早く美味しくが売りだったが、昨今は価格帯も上がりレストランで食事するのと同じくらいになってしまった。時代の物価指数から値上げやむなしとは思うが、おそらく消費者はこのように高額化してしまったファストフードの利用からまずは控えるようになっていくのではないだろうか。質より量という若年層がターゲットブランディングだとしても、であればまずはパテの小型化、ポテト量の減少などでコストを下げ価格は据え置きという手法の方が個人的には良い気がする。上げなきゃいけないのは分かってるけど安いから言ってたのであって、この価格帯になっちゃうとな。バーガー類食べたい、気軽に済ませたいなら多少上乗せしてケンタやモス、バーガーキング行くし、ゆっくりしたいならガストやココス、サイゼみたいな低価格帯のファミレス行くわ。さすがに400円もするのなら牛丼を食べたいと思う。最近外食が高くなりましたね。めったに外食しませんが、今日久しくスシロー行ってきました。100円120円でしたよ。美味しかった。諸外国では外食とはたまに楽しむ贅沢の認識があり、給与に比べてとても高い国も多いとか、日本は外食を手頃な価格でできることが利点という人がいました。しかし安い賃金で叶っていることでもあります。忙しさもありますが、お家ご飯や弁当に力を入れてみるのも良いと思います。仲いい友達と家飲みすればお金も浮いて楽しい時間を過ごせます。経済はお金持ちに回してもらいましょう。何せお金は使ったなくなるゆえ、外出メインの仕事なので、最近はサイゼリヤばかり行ってます。ランチタイムならドリンクバー込みで600円。お腹は年齢的にほとんど空かないのですが、車の中で休憩するのが嫌でゆっくりしたいのと、気分的にサイゼリヤの方がマクドナルドよりも幾分か健康的な感じがするので、ファーストフードチェーンなのにドライブスルーは混雑で商品提供が遅いし、味が濃すぎて大味で決して美味しいものではなく、値段が上がってファミリーレストランより高くなったらメリットはないと思います。企業判断なので値上げは好きなように行えばいいと思う。ただそこにそれだけの金額に見合う商品価値があるかという感じでしょうか。ハンバーガーを朝昼晩のどこかの食事として考えた場合は価値を見出せないけど、間食として考えた場合にもやはり400円の価値は自分的には見出せないかなと思う。400円ならスーパーの弁当の方がクオリティの高い食事になると思うし、正直家族4人分オーダーするとかなりの高確率でオーダーミスがあります。今までなら安かろう悪かろうで納得してたけど、このペースで値上げしていくと今後そういう立ち位置の店ではなくなっていくね。原材料の高騰で値上げならそれに見合う店側の対応の質も意識してほしい。マクドナルド昔は安くて美味しかったからよく行ってましたが、近年の値上がり続きで最近は行かなくなりました。同じ値段払うなら他のお店で定食が食べられますし、バーガー店ならバーガーキングの方が美味しくてボリュームもあります。マックも安いから言ってたけど、この価格帯になると金額とクオリティが釣り合わない気がしていくのをためらいます。しかし原材料や物流を名目に各企業値上げしまくりですが、企業としては軒並み過去最高利益を叩き出してますよね。しかし社内の内部留保や役員報酬が上がるだけで末端社員は置いてけぼりなんだから景気改善につながるはずもない。一部のお金持ちをさらにお金持ちにするだけの便乗値上げはいつまで続くのでしょうか。値上げは仕方がない部分もあるが、日本でのマクドナルドの戦略は低価格路線で来てるから、今までと比べれば割高に感じる。欧米では日本よりもとても高い価格なので、物価上昇が続く限り仕方ない部分もあるかな。賃金倍増や資産倍などと言ってる政府はというと、賃上げできましたって胸を張っているが、20ヶ月実質賃金が下がってることをもっと重く受け止めなければと思う。個人としてはどうしても安かった頃を知ってるので、味は好きでも食べる機会はかなり減りました。値上げ自体は仕方ないと思いますが、記憶の限りで近年34度目の値上げとなると、さすがに財布の紐も固くなると思うのに、土日のドライブスルーなんか見ると大行列なんですよね。皆さんマックに関しては値上げでもあまり気にしないんでしょうかね。子供のいる家庭だと特にお昼マック食べたいってなるのも大きいのかな。値上げで他社チェーンと同じ価格帯になってきてから、
私はそちらを利用する機会が増えました。素材の美味しさや出来立てで提供してくれるので、そのあたりはマックは唯一かなわない点かと思います。値上がりは仕方ないにしても、このまま値段だけ上がり続けるのはさすがに抵抗を感じてしまいます。家族で出かけてる時に、シェイクの S とか、ドライブスルーで買ったらすることはあるけど、昼飯や夜飯とかで使うことはおそらく今後ないと思います。しかし、夜とか昼とか見るとすごい行列です。店内も人だらけ。ドライブスルーも列ができています。こちらが思ってる以上に値上げしても客足は遠のかないという判断なんでしょうね。ピクルスの効いた酸味の強いタルタルが魅力のフィレオフィッシュがついに400円か。モスのフィッシュバーガー390円。バーキンのフィッシュバーガー400円なので特に高いってことないけど、マックは今まで安さで差別化されていたから競争相手が増えて選択肢から外されることが増えるだろうな。ファミマのタルタルフィッシュバーガーが290円で結構いい味しているので、これにストックしてあるチェダーチーズを挟んで楽しもうかな。値上げするのは仕方ないとは思うが、それに合わせてクオリティを上げていないことが問題なんだよな。クーポンのセットメニューを頼む場合、バーガーキングと値段が変わらない状況になっているが、そうするとバーガーキングの方がクオリティが高くボリュームもあるので、最近はマックに行く機会が自分は減りました。とは言ってもマックの新メニューは気を引くものが多いので、クオリティさえ上げてくれればと思います。昨年の都市型、準都市型店舗の新分類による事実上の値上げを含めると、この2年で5回目ということになります。もちろん、値上げがこれで終わりではなく、今回はバリューセットが値上げ見送りになっていますから、次回はこの部分の値上げが想定されます。ご時世的にも値上げは致し方ない。ただし、マックはコスパの面で選択されていた方々が多いでしょうから、今後の戦略を考えないと大変厳しい状況になるのだろうと思います。個人的には今回の値上げ前から商品の価格に見合うものだと思っていないので、ますますもって取り入れることはないです。ハンバーガーなら高くても野菜がシャキシャキで味も美味しいモスやボリュームがあり味も美味しいバーガーキングの方に心惹かれます。一人単価が上がることを考えると、ハンバーガー店に限らず他の店に行った方がコスパが良いでしょうしね。マクドナルドはファーストフード。いくら世界中でも日本は安いといえども以前はポテトやドリンク M、L 同額などお買い得感もあったが、今はバリューセットも割安感じ、コスパもなくなっている。原材料費や人件費が上がっているのは外食産業ではみんな同じ状況だと思います。それでも牛丼チェーンなどは値段据え置きで頑張っているところも多いです。ハンバーガーで家族3人で3000円を超える価格ならファミレスに行く方が満足感が得られます。今回の値上げでさらなる客離れは免れないのではないでしょうか。商品のサンプル写真と実際に出てくる現物とのギャップが大きすぎて悲しくなる時があります。値上げするのであれば見た目の美しさを追求してほしいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。